はいどうも、ビバです。今回は買ってよかったアクア用品ベスト5をお届けします。これ系のランキングをやると、どうせまたシルポンでしょとか言われそうなんですけど、いや実際化学式 CO2 は買ってよかったランキング上位なんですけど、今回はなるべく汎用性の高いアクア用品の中から選びました。つまり水草メイン、生態メインに関わらず、アクアリウムをやるにあたって買ってよかったと思えるアクア用品でランキングを作りました。もちろん自分で持っていないものはランキングに入りません。実際に使ってみて良かったと思うものを紹介しますので、これからアクアリウムを始める方、参考になれば幸いです。それでは行ってみましょう。第5位、ステンレスメッシュストレーナー。これは外部式フィルターを使っている人にしか必要ないものなんですが、これがなかなか良かったです。ストレーナーというのは外部フィルターの給水パイプの先端につけて生態や水草が吸い込まれないようにするものなんですが、付属品のストレーナーって目が粗いんですよね。もちろん流量を確保するためにそうなってるんですが、エビとか稚魚とかよく吸い込まれる事故が起きてます。そこでストレーナーにスポンジなどをつけて対策するんですが、見た目がちょっとやぼったい。そんな問題を解決するのがこのステンレスメッシュストレーナーです。これはまず見た目がステンレスでおしゃれ。そしてメッシュの目が細かいので、稚魚や稚エビも吸い込まれない。しかもガラス製の給水パイプにもつけることができる。ガラスパイプの意味がなくなるだろうって言われそうですが、そこは吸い込み事故とのトレードオフです。実際に使ってみると、吸い込み事故は皆無です。流量は当然パイプの口に近い上部が強くなるんですが、360度から給水できるので、たまに掃除をするだけで流量は復活します。ガラスパイプにつける際には注意が必要で、とにかく装着するときが硬い。お湯でゴムを温めて柔らかくするか、水で濡らして少しずつ回転、ずらしながら取り付けましょう。素手でやると滑るので、滑り止めのついた手袋などを使うと良いです。第4位、寿水切り抜群スコップ。これは本来水槽内の砂利やソイルといった低床をすくい取るときに使うスコップです。波状のスリットが無数にあり、低床だけをすくうことができます。ただ、そんなに低床を交換する機会ってないんですよね。使う機会のないものをなぜおすすめするか。それは水槽の水替えを行うときに役立つからです。水替えをすると減った分の水を補充することになりますが、バケツからそのまま注ぐと低床は見事にえぐれて、汚れが舞い上がり、レイアウトも崩壊する危険があります。このスコップを水槽に引っ掛けて、そこにバケツの水を注ぐとあら不思議。スコップが一旦水を受け止め、無数のスリットが水を分散して、シャワー状態で水を入れることができます。本来の低床用スコップと足し水時の便利アイテムとして一石二鳥です。バケツで水を補充する人は持っていると役立つアイテムです。第3位、水作クイック水替えポンプ。これは本当に感動した商品です。商品名の通り、クイックに水替えができるポンプ。感動したのはその始動の速さです。水替えポンプ系のアイテムとしてはプロホースが有名なんですが、何度もポンプをプッシュしたり、弁が作動しなかったり、排水終了時に水が逆流する問題があります。このクイック水替えポンプはそういったストレスから解放してくれます。まず、始動がポンプをワンプッシュ。これで排水がスタートします。そして排水スピードもとても速い。そして排水終了時の水の逆流がほとんどありません。大きな水槽では排水速度のメリットが、小型水槽では逆流しないメリットが生きてきます。プロホースを持っていてもぜひおすすめしたいアイテムです。第2位、水作プロホースエクストラ。この流れでプロホースかよって言われそうなんですけど、プロホースは絶対に持っておくべきアイテムです。プロホースは水替えと低床掃除を同時にできる画期的商品です。低床の汚れはほとんどがパイプ内に収まり、水とともに排出されるので、水槽内に汚れが舞いません。サイズも小型水槽には S サイズ、大きな水槽には M サイズ、高さのある水槽には L サイズと用意されています。また持ちやすい形状と分解してメンテナンスできるのもポイントです。すでに持っている人の方が多いかもしれませんが、これからアクアリウムを始める方はぜひプロフォースを合わせて購入しておきましょう。1位の前に番外編。皆さんの最も身近なアクアリウムショップ100均でおすすめの商品をご紹介します。まずはやっぱりバケツ。注目ポイントは色と容量と数。色は明るい色のものを選びましょう。特に南沼エビを飼育している人は排水時に稚エビを救出する際、明るい色のバケツだと発見しやすくなります。容量は水槽の水量の3分の1以上入ると作業の回数が減ると思います。
30キューブ水槽だと27リットルなので10リットルバケツがちょうど良いです。そして水槽が1つでもバケツは3つ欲しいです。排水するバケツ、補充する水を入れるバケツ、用品や水草を入れるバケツといった感じです。これを1つのバケツで行うと結構大変です。次に計量カップ。1リットルの取っ手付きの計量カップを3つほど買いましょう。水面のゴミをすくったり、ちょっとした水替え、生態の水合わせや一時避難にとても便利です。先ほどのバケツもなんですが、同じ形状の同じ商品を買うと重ねて収納できるのでとても便利です。そしてシリンジ。メイク用品コーナーにある大小のシリンジが数本あると便利です。主にカルキ抜きや魚の治療薬の計量、またブラインシュリンプを吸ったりといろいろ使えます。これらすべて買っても1000円でお釣りが来ますので、ぜひ買っておきましょう。以上、番外編でした。第1位、スクレーパー。買ってよかったランキング第1位はスクレーパーです。アクアリウムをやっているとどうしても避けては通れないガラス面の苔。苔が生えないように水槽を管理できればいいのですが、どうしても茶色い苔や緑色の苔が生えてしまいます。スクレーパーを買う前はメラミンスポンジでゴシゴシやっていたんですが、水槽に手を突っ込むと水がダップン溢れそうになるし、なかなかの重労働です。スクレーパーを使うと一気に苔取り作業が楽になります。一言でスクレーパーといっても色々あり、三角定規や不要になったクレジットカードもスクレーパーとして機能します。今回おすすめしたいのは、長い取っ手とカミソリの刃で苔を削ぎ落とすスクレーパー。ADA でいうところのプロレーザーです。プロレーザーはさすがに値段が高いんですけど、Amazon などの格安スクレーパーもカミソリの刃で苔を落とすのは同じなので、手軽に試すなら Amazon で買いましょう。長い取っ手は水槽に手を入れる必要がなくて、狭いところの苔まで落とすことができます。均一な刃が軽い力で苔をきれいに落としてくれるので、とても作業がはかどります。ガラス面に傷がつくんじゃないかと心配される方もいますが、砂などを噛まない限りほとんど問題ありません。逆にメラミンスポンジなどでも砂を噛めば傷がついちゃいます。デメリットはカミソリの刃がむき出しなので、生体が飛び込んでこないように気をつける必要があること、メンテナンス等の取り扱いには気をつけることくらいです。特に小さいお子さんがいる場合は絶対に触らせないようにしましょう。もしくはカバー付きの商品を買いましょう。またアクリル水槽や曲面ガラスの水槽では使うことができないのでご注意ください。以上、買ってよかったアクアリウム用品のベスト5をご紹介しました。実際に使ってみてよかった商品を紹介しているので、自信を持ってお勧めできます。もちろん環境によっては使えないもの、不要なものもあるかもしれません。特に第4位の水切り抜群スコップを紹介すると、浄水器とシャワーヘッドを使えばいいじゃんっていうコメントをしてくる人がいますが、あくまで汎用的かつリバークアのアクアリウム環境をベースに紹介していますのでご了承ください。というわけで今回の動画は以上です。この動画が役に立てば幸いです。もしこれからアクアリウムを始める方がいたら、ぜひこの動画をご紹介ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。